こんにちは、エクスプロンです。エクスプレッションでモーション制作を最適化するコーチです。前回は0と1をランダム表示して文字列にし、繰り返し構文で横に並べたバイナリーデータを作成しましたが、今回はあらかじめ指定した文字列をランダムに表示させる方法を解説します。数字だけでなく、アルファベットや記号などあらゆる文字を扱えるようになることで、表現の幅は一気に広がります。エクスプレッションで編集の可能性を拡張しましょう。 Let's optimize your After Effects workflow. まずは配列のおさらいから。配列はブラケット、カッコで囲って、その中にカンマで区切って並べます。アフターエフェクトのプロパティで言えば、位置やスケールが当てはまりますね。配列はいくつでも並べられます。テキストレイヤーのソーステキストに配列で文字列を並べます。文字列は二重引用符で囲みます。これを変数チャラアレイに代入します。配列の中身は0番目、1番目、2番目と数えます。上記の例では0番目から7番目までの要素があります。例えば5番目の文字列 F を呼び出す場合、ブラケット、カッコ5を記入すれば呼び出せます。このインデックス番号を文字列の数だけランダムに取得すれば、表示もランダムにされることになります。変数 R にマスドットフロアを使って小数点以下を切り捨てたランダムの値を代入します。ランダム0から8。ここで最大値を8にするのがポイントです。配列の数え方でランダム007を書くと7が選ばれる確率が極端に低くなってしまいます。全要素を均等に選ぶために実際の要素数より1つ多い数を指定するのが一般的です。配列チャーアレイの呼び出しのインデックスをランダムの R にします。これで配列をランダムに切り替えれます。ランダムに切り替わる速度を制御するためにポスタライズタイムメソッドを追加します。配列の要素数、個数はレングスメソッドを使うことで自動取得できます。ここで一つ注意点があります。レングスは番号を数えるのではなく個数を数えるので、数は1から数えます。今回の例では8文字あるので、チャアレイレングスは8を返します。レングスを使えば後から配列の文字を増やしたり減らしたりしてもコードを書き換える必要がなくなり、管理が非常に楽になります。前回紹介したバイナリーデータのようにランダムな文字を羅列させることもできます。for 文、繰り返し処理を使って指定した桁数分だけ文字を激棒させましょう。まずは仮の桁数、変数 digits に10を代入。出力用の空の文字列を作ります。変数アウトプットに空の二重引用符を代入。ここで JavaScript 知識。コンストとレッドはどちらも変数を宣言するものなのですが、コンストはサイド代入できない、レッドはサイド代入できるという違いがあります。値を変えない場合はコンスト、再代入が必要な場合はレッドを使い分けます。繰り返し構文で0から桁数まで1回ずつ処理を繰り返します。繰り返したい処理は配列のインデックス番号をランダムに取得して、空の文字列アウトプットにランダムで取得された配列を順次加えていく処理を行います。最終的にアウトプットを出力します。
サイバーパンクな演出に欠かせない縦書きのグラフィックにも対応させてみましょう。縦書きの文字で制作する場合は、このコードを縦書きのテキストのソーステキストにコピペすればできるのですが、アルファベットの場合、文字が横に寝た状態になります。すべての文字を縦書きに書きたい場合は、横書きのテキストに if 条件文を使って最後の文字以外に改行を加えてあげます。最後の文字以外なので条件では桁数を1つ削ります。処理では文字列に改行を加えます。その他の場合、つまり最後の文字列の場合、改行なしの文字列を処理します。桁数をスライダー制御で簡単に変更できるようにします。エフェクト、エクスプレッション制御、スライダー制御をかけて名前をディジッツ、変数ディジッツの値にスライダーを紐付けます。これで桁数をスライダーで変更できます。好きなフォントや文字に変更してみましょう。色味を変えたり 3D レイヤーに配置して奥行きのあるランダム文字列のグラフィックは作ってみます。今回は以上になります。ランダムデジタルカウンターやバイナリーコード、そして今回の文字列コードのように、ランダムは数値や文字列の羅列表現が得意ですが、実は制御できるのはそれだけではありません。次回はカラー情報をランダムにしてみます。色が不規則に変化するサイケデリックのデジタル表現に挑戦します。モーションは制御できる。See you next optimization.